I'd be like, so Homer, how do you feel about the screen time given to these women, considering how little you spend with them? Okay. And then do you lean forward and look at him like that? Yes, like, 通勤通学中の皆様おはようございます。プクタの世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、クリストファー・ノーラン監督最新作オデュッセイアからの話題になります。ノーラン監督最新作ということで、大変期待されている本作ですが、その一方、ネットでは以前からね、たびたび物議を醸しているんですね。そんな中、キャスト陣のインタビュー動画というのが公開されたんですが、その中の一人のキャストが、原作者のホメーロスをディスってしまったということで、これが大きなバックラッシュになってしまっているというんです。公開された最新動画も、とんでもない低評価ボムに見舞われてしまっているということで、本日は一体何が起きているのか詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあそれでは本題です。こちらね、見えておりますが、クリストファー・ノーラン監督最新作オデュッセイアです。日本では9月11日から公開ということなんですが、本国ではですね、もう間もなくです。7月17日から公開ということで、ほんと公開直前のタイミングなんですね。そんな中、またですよ。皆さん、また、このキャスト陣へのインタビューが物議を醸してしまっていると。で、このオデュッセイアに関しましてはですね、こちらの動画、まだ見てないという方はぜひご覧になってください。この中ではオデュッセイアというのがそもそもどういったものなのか、これも詳しく解説しております。そしてこのオデュッセイアにどういった議論があるのか、その辺も全てわかる動画になっておりますので、ちょっとね、長いんですけど、見て損ないんじゃないかなと思います。で、このオデュッセイアですね、事前のマーケティングにはね、かなりセンシティブになってるんじゃないかと、こういった状況になっておりまして、そもそもね、この YouTube 的なお話をしておきますと、予告編あるでしょ。これね、ほんの一部でも流すことができません。このチャンネルね、映画の話題も多く扱うものですから、その映像、特に予告編なんかはね、たびたび引用させていただくんですが、ここまで厳しく制限が入ってる作品は珍しいんじゃないかなと思います。で、この傾向は、このマーケティングにも現れておりまして、まずはこちらからね、見ていきますが、クリストファー・ノーラン監督のオデュッセイア、口コミ向け試写会を実施せず。ということでですね、今回このね、オデュッセイア、通常ね、ハリウッド大作というのは、インフルエンサーを呼んで、事前にね、試写会を行い、SNS 向けのマーケティングを実施するんですね。なんですが、このオデュッセイア、それをしないということを発表いたしまして、プレス試写会を行いますと、こういうことになりました。で、この報道が出た時にはですね、様々な議論があったんですが、そもそもね、作品に自信がないから、これをやらないんじゃないか、という人もいれば、いやいや逆に、自信があるからこそ、こんなのをやる必要がないんだという人もいたんですね。で、プクタが思うにですね、まさにね、この記事でも触れられているんですが、まずここね、マンダロリアン、このインフルエンサー向けの試写会、ものすごく物議を醸したんですね。ディズニー、やらせ疑惑のあるペドロ・パスカルとマンダロリアンファンの偶然をめぐり批判の的に。ということで、ここではね、何が起きたかと言いますと、ディズニーランドのミレニアム・ファルコンスマグラーズファン、これに乗るために待っていた観光客の前にマンドーがいる。そしてそのマスクを取ると、本物のペドロ・パスカルが出てきました。観光客大歓喜と、これよく見るでしょ。ありますよね。これやったんですよ。なんですが、実はですね、ここでね、大騒ぎしていた人たち、あれなんかちょっと様子がおかしいな、ということに、ネットが気づき始めたんですね。というのも彼らですね、実は、スター・ウォーズが大好きな、インフルエンサーだったということが発覚してしまいます。つまりこれ、ランダムな観光客じゃなかったんですね。で、これによりディズニー、お前これ仕込みじゃないかと、やらせだろというように批判を浴びました。ただここでね、一応公平を期すために言っておきますと、ディズニーはね、これがランダムな観光客だと言ってないんですよね。で、結局のところ彼らというのは、ここに招待されていたインフルエンサーたちだったんですが、それも言ってないんですよ。わかります？姑息でしょ、ディズニー。これつまり、どっちとも言ってない。ただ、一般的にこういったものを見れば、ランダムな観光客だと勘違いするだろうな。おそらくこれを期待したんでしょうね。ただ、何を指摘されたって、勝手に勘違いしたのはあなたでしょと。ここで防衛線を一応張っていたということなんですよ。で、実際ね、こういった記事も出てるくらいですから、本当に批判されたんですね。そしてこの下になりますが、ハリウッドリポーター、こちらも指摘しておりまして、スーパーガールとあります。これ実は、スーパーガールもインフルエンサー試写会でやらかしてます。勝者と敗者、ネットフリックスがダファ兄弟を切り捨てる一歩、スーパーガールはインフルエンサーたちをワウズ。ということでこちらですね、ワウズとあります。こちらが本日のキーワードになります。Wow。驚きや時に喜びを表すために使われる言葉。ということでこちらね、ワウというのは、わです。そのまんまですね。いわゆる簡単詞と呼ばれるもので、わーとか、すごい。これを表す言葉となっています。
で、今日ね、皆さんに覚えていっていただきたいのは、こちらです。このね、wow というのは、動詞としても使われるんですね。こちらね、verb とあります。これ動詞という意味ですが、これね、動詞にもなるんですよ。この場合は、感心させる、魅了する、こういった意味で使われます。で、先ほどのね、見出し見ていただきますと、wow 図となっていますが、つまりはこれで動詞として使っているというわけですね。これね、知らなかった人も多いんじゃないかなと思いますので、ぜひこの機会に覚えておいてください。ということで、こちらは、勝者と敗者。ネットフリックスがタファー兄弟を切り捨てる一方、スーパーガールはインフルエンサーたちを魅了。ということでですね、こちらのね、スーパーガール、このインフルエンサーを集めてですね、試写会を行い、SNS 向けのマーケティングを展開しました。するとこのインフルエンサーたち、どうなったと思いますか？このスーパーガール、大絶賛したんですね。しかし、皆さんね、蓋を開けてみたら、この評価、どのようになったかご存知ですね。こちらですよ。ベリファイドオーディエンス、オールオーディエンスともに 75% ということで、これをね、すごく高いスコアだという方ね、いらっしゃることはいらっしゃるんですが、これ人それぞれね、いろんな見方があります。ただ、プクタに言わせますと、この 70% 台っていうのは、決して高くないんですね。少なくとも絶賛ではないんです、これ。一般的にね、好評と言われるような映画って、だいたい 80% 中盤から後半ぐらいは出るイメージですね。もちろんジャンルにもよるんですけどね。でも本当にね、大絶賛と言われるような映画は 90% 乗ることが多いです。なんですが、このね、試写会に行ったインフルエンサーたち、おそらくね、次も呼ばれたいですよ。ワーナーに試写会ね、名指しで呼ばれるわけですから。変なことは言えない。このスーパーガールを90% の感じで大絶賛しちゃったんですね。そしてこの反応を見た周りのメディアも、スーパーガールすごいらしいぞと、ざわついたわけですよ。しかし、もう皆さんご存知でしょう。この映画はね、かなり賛否がありました。実際に見た人たちに、お前らやってんなと言われてしまったわけですよ。で、中にはですね、その後、徐々に評価を変えていくという人もいましたね。最近、ワーナーのスーパーガールに対する、この夏最高の対策などのインフルエンサーの非常に好意的なレビューは、オンラインで強い懐疑的な反応を招いた。というようなことで、ここ最近だけ見てもね、このインフルエンサーを招いた試写会というのは、結構リスキーなんですよね。いろんな意味で。結局のところそういったインフルエンサーって、本当のこと言わないじゃんというね、うすうすみんなが思っていたことが、ここ最近結構可視化されちゃったんで、あとやらせとかね。そこを踏まえると、このオデュッセイヤの判断というのは、結構クレバーなんじゃないかなと、プクタは思わなくもないですけどね。あとは批評家とかメディアが絶賛するタイプの映画だろうと踏んだとかね。これに対してはいろんな意見があるようです。そんなオデュッセイヤですが、はい、こちらですね。世界一美しい女性、絶世の美女とされるヘレネを演じますルピタニョンゴ。このキャスティングはね、大変物議を醸したわけですよ。そういえばね、エリオット・ペイジがアキレスを演じるんじゃないかなんてね、噂もあったんですが、これやっぱりね、プクタの思った通りでしたよ。アキレスではありませんでしたね。ということでね、このルピタニョンゴ、今回ですね、そのインタビューによる発言で、大変物議を醸してしまってます。それがね、こちらのインタビューになるんですが、ここはね、この公開直前になりまして、もうメインキャストですね、これが勢揃いしてインタビューを受けると。こういったものでした。ここね、アン・ハサウェイいますね。そしてここね、トム・ホランドもいますということなんですが、この中でですね、このキャスト陣がね、このオデュッセイヤを見ていて、劇場の隣に、このオデュッセイヤの原作者と言われております、ホメイロスっているでしょ？紀元前の人ですよ。ホメイロスがいたら、何を聞きますか？なんて言いたいですか？このように質問されるんですね。で、私だったら自分のね、この解釈というのが合ってるのかどうか聞きたいとか、みんなそういう風に答えていくんですね。そんな中、このね、ルピタニョンゴ、その高いご意識がですね、ここで爆発してしまうんですね。なんと、このホメイロスに対してね、あなたは女性たちの描写にほとんど時間割いてないけど、この作品の女性たちに与えられたスクリーンタイム、これについてはどう思うの？このように聞くと言ったんですよ。つまりこれで何を言ってるかというと、このオデュッセイヤというのはですね、非常にね、女性に重点を置いて描いている。これだけ長く画面に映っているんだけど、あなた原作ではね、女性ほとんど出してないわよねと、脇に追いやって。このように、ホメイロスを批判してるんですね。で、私はね、こんな風に、その顔を覗き込んでやるわと。このインタビュアーもね、一緒にやってるんですが、そのように言ってしまったんですね。これ、実際どうですか？このね、ルピタニョンゴの中では、ホメイロスはね、大昔の人だし、そもそもね、その存在自体議論ありますよね。何を言っても許されるだろうくらいには思ってるのかもしれませんが、これもし、今生きている原作者だったら、これ同じこと言えるんでしょうか？もしこれが JK ローリングだったら、同じこと言うんでしょうか？その原作者に対して、その原作のあり方をディスるみたいなことを、平気でここでやってしまうというのは、ちょっと考えられないですよね。つまりはね、直接は言っていないものの、この紀元前の男性を捕まえて、あんたはミソジニーだと言ってるわけですよ。暗にね。つまりこのインタビューの中の質問で、自身のね、そのフェミニスト感だとか、非常に高い意識、これを全開で出してしまったんですね。
そしてね、こちら、オデュッセイヤの今月に入って公開されました最新の予告編ですね。で、これもともとね、ものすごい低評価本も食らっていたんですが、これ見てください。今回のインタビューを受けて、さらにこの低評価が加速したと言われているんですが、高評価 6.6 万件に対し、低評価57万件ですよ。つまりこれ低評価率が 89.6% ですか。低評価率 90% を記録した白雪姫に追いつこうかというような勢いのとんでもない低評価になってしまってるんですよ。皆さんこれ、ノーランの映画ですからね。この予告編を見るのにお金を払っていないが返金してほしい。これね、どっかで聞いたことありますね。はい、ここでね、出てしまいましたよ、これ。一番面白いのはコメント欄がまだ閉鎖されていないことだ。これね、ちょっと後の伏線になってきます。覚えておいてくださいね。ギリシャ神話を題材にした映画が公開されて、見たいと思わない日が来るなんて思ってもみなかった。この映画よりも、うちの冷蔵庫にあるギリシャヨーグルトの方がギリシャらしい。ということで、もう今ね、コメント欄がこのようになってしまってるんですよ。で、先ほどね、コメント欄うんぬんとありました。こちら、オデュッセイヤの公式 X アカウントです。なんとですね、ここね、固定のポスト見ていただいてもわかりますが、ここわかります？ 4880 件コメントついていますが、アイコングレーアウトしてますね。こちら、なんと、X のね、コメント欄、閉じました。つまりこれね、4000件以上コメントついてますから、最近閉じたということですね。で、この公式アカウント、返信もですね、積極的に非表示にしておりまして、ちょっと見ていきますと、ここほら、ね。これ以前ついたコメントにありますが、大量のコメントがここでね、非表示にされてるんですね。ここね。で、ここね、目覚めたゴミというようにありますが、この下ね、ほとんど読めませんね。すごいことになってます。そしてこれだけのバックラッシュがある中、今回これが来てしまったと。ルピタニョンゴはイェール大学の演劇学校に通っておきながら、オデュッセイヤを聞いたこともないと認めている。そして今度は、ホメイロスに女性のスクリーンタイムについて尋ねるのか、クリストファー・ノーランの妻がこの作品を仕切っているという説も納得できる気がする。彼女がここまで腹持ちならない態度を取れるのは、ハリウッドが強い黒人女性像に入れ込んできた結果だ。ブラックパンサーでは、アフリカの文化や方言にあれほど敬意を示していたのに、ホメイロスには分からせてやろうってことか。ルピタ、いい加減にしてくれ。なんて馬鹿げたコメントなんだ。文字通りこの物語は、一人の男が妻の元へ帰ろうとする話だ。ペネロペこそ、オデュッセイヤの確信そのものなんだよ。彼女がいなければ、この物語に目的なんてない。本当にとんでもなく愚かな発言だ。この映画には25ドル払う価値はない。今から払い戻してくる。オデュッセイヤに出演している人物が、どう見ても原作を読んでいないのは残念だ。オデュッセイヤは、むしろかなり女性が物語を動かしている作品だ。オデュッセイヤで、最も重要な女性キャラクターの一人はアテナだ。彼女は旅の間、ずっとオデュッセウスを導く存在であり、故郷側で進行する物語の中心人物でもある。第1巻から第4巻までは、ほぼ彼女が主導していると言っていい。ワカンダみたいな架空の作品の時は、アフリカ文化に忠実であるべきと声高に主張していた。他の人種が出ていたら嫌悪感を示していただろう。ところが今度は、ギリシャ人の文化を流用する役を手に入れた途端に言うことが変わるのか、それともギリシャ人はどうでもいいのか、本当のところ彼女にとってはどうでもいいことなんだろう。ということでこのインタビュー現在ですね、様々な人に拡散され、大きなバックラッシュになってしまっているようです。はい、ということで本日はですね、本国では間もなく公開されますクリストファー・ノーラン監督最新作オデュッセイヤ。この中のルピタニョンゴのインタビューが現在大変物議を醸し、大きなバックラッシュになってしまっているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。公開前からですね、様々な形で騒がれておりますこのオデュッセイヤ。ここに来て原作者、そして原作をディスってしまうというのは、非常に既視感のあるムーブではありますよね。いや、わかりますよ。ハリウッドのね、女優というのはみんな、やっぱり素晴らしいね、レイチェル・ゼグラさんを目指したい。わかりますけど、これやる本当に。毎回思いますけど、これやっちゃうのねえ。公開10日前ですか ?9 日前ですか。ここに来てとんでもないのが出てきましたね。とはいえですよ。徳田もね、当然このオデュッセイヤ、IMAX で見る予定ですし、人はね、ちゃんと入るんじゃないかなとは思うんですよね。ちなみに、この映画、バジェットね、2億5000万ドルです。ここ最近の規模感で言うと、かなり大きいです。このクラスで言うと、トイストーリー5ぐらいでしょここ最近だと。で、これからね、大規模な世界ツアーを行うということですから、7億ドルから8億ドルでトントン。なので、最低でも10億ドルは出さないと、話にならないと。こういう規模感なんですね。正直ね、ここまで見ると、もう完全に大爆死ムーブなんですが、以前もね、言いました。この流れをね、クリストファー・ノーランのブランドが破るのかどうか。ここは注目ですよね。プクサはね、普通にこれヒットするんじゃないかなとは思ってるんですけどね。ぜひね、これにつきましては、皆さんのご意見も聞かせてください。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。